皆さんこんにちは、みさとです。私は名古屋から豊橋行きの快速に乗っています。リニアの工事で休止中の名古屋駅1番線は、世界の山ちゃんから人類皆麺類のラーメン屋さんに変わっていました。さて今回の青春18切符の旅の目的は、爽やかのげんこつハンバーグを食べに行きます。爽やかとは静岡県の炭焼きレストラン。青春18切符で日帰りの行き先にちょうどいいかなと今回の行き先にしました。金山駅で車内が空いたので席に座ります。笠寺駅の手前で東海道新幹線の高架下を抜けます。ドーム球場に見える建物は日本外資ホール。そして笠寺駅を通過。名古屋臨海鉄道東高線の起点駅でもあるため、貨物列車が止まっています。遠くに塩見町の工場地帯を望みつつ、天白川を渡ります。金山を出て最初の停車駅、共和駅。大府市内に入りました。次は大府駅。竹豊線の乗り換え駅で隣に竹豊行きが止まっています。大府を出ると竹豊線の線路が分かれて行きます。次は刈谷駅。この駅は名鉄三河線との乗り換え駅で、駅を出るとその三河線がオーバークロスします。新幹線の駅がある三河安城駅。快速ですら通過されています。そして安城駅。こちらは安城市の代表駅で特別快速まで停車します。安城を出て矢作川を渡ると岡崎駅です。岡崎市の中心部には名鉄の東岡崎駅の方が近いですが、JR の岡崎駅周辺も発展してきたようです。20年ぐらい前に仕事で下車しましたが、明らかにホテルやマンションなどの建屋が増えていますね。岡崎を出ると額田郡幸田町を走ります。車窓右側は田んぼや山など風景が少し変わって見えてきました。三河塩津駅付近で名鉄蒲郡線が近づいてきます。三河塩津駅と同じ場所ながら、あちらは蒲郡競艇場前駅を名乗っています。そのまま名鉄蒲郡線と高架上を並走して蒲郡駅へ。名鉄蒲郡線は温泉や観光地もあり、かつては特急も走るほど賑わったそうですが、今では存続が危ぶまれるほどに収支が落ち込んでいます。次は快速の一部が停車の三河宮駅に停車。駅を出ると金剛寺の小安弘法大師像が見えます。短いトンネルを抜けると、以前はラグーナ蒲郡と呼ばれたラグーナテンボスが見えて、背後には三河湾を挟んだ対岸の渥美半島の風車湾が見えます。ラグーナテンボスの観覧車も見えますね。快速電車は120キロ運転で走り続け、左車窓で名鉄本線が近づいてきたら、まもなく豊橋。今乗っている快速はこの駅までなので乗り換えです。浜松行きのホームから見えた使われていないこのホームは、旧国鉄二俣線列車が豊橋まで乗り入れた際のホームだそうです。国鉄二俣線とは、天竜浜名湖鉄道が第三セクターになる前の路線のことです。次の列車は10分の待ち時間で11時7分発の浜松行き。車両は211系。国鉄時代末期にデビューで引退も短い電車です。ということで豊橋駅を発車。さて今回爽やかのお店に行きますが、静岡県内に何店舗も爽やかはあります。JR の駅から近そうなお店でなるべく名古屋寄りで探すと、浜松駅の一つ手前の高塚駅になりました。浜松駅の最寄りのお店が一番近そうですが、混みそうなので市街地から外れた方が良いとの判断です。隣に東海道新幹線が並走したまま二川駅に停車。青空フリーパスが使えるのはこの駅まで。次の新所原駅からは静岡県になります。車窓から見える立岩はまだギリギリ愛知県内。新所原駅のホーム手前まで愛知県だそうです。先ほども出てきました天竜浜名湖鉄道の車両がいます。浜名湖を北に迂回して走るこの天竜浜名湖鉄道。元の国鉄二俣線は太平洋戦争前に東海道本線の浜名湖の鉄橋などが攻撃された場合、
普通になった時に備えて迂回路線として作られたのがこの線だそうです。鷲津駅はかなり浜名湖まで近づいていますが、この角度からは浜名湖は見えません。東海道新幹線が車窓左手に来て新井町駅に停車。3学期が始まったばかりで、高校生が下校の時間帯のようで、車内の立ち客が増えてきました。ここは新幹線とのデッドヒート区間。あっさり抜かれますけどね。有名撮影地の浜名湖第三橋梁。水上の新幹線が映えます。弁天島駅はさらに新幹線に近い駅。この駅から浜松市中央区に入っています。舞坂駅を出ると次は下車する駅の高塚駅。こうして豊橋駅から29分、名古屋から1時間35分で高塚駅に到着。案外早いものですね。駅の北東を見ると鈴木の本社があります。鈴木歴史館もあるそうで、こちらに立ち寄ってもよかったかもしれないです。歴史館があるのは帰宅してから気がつきました。この時間帯は駅員さんの不在の時間帯。青春18切符の方はそのままお通りくださいということで通ります。白系でまとめられた綺麗な外観の高塚駅。隣は浜松駅ですが 5.3 キロも離れており、閑静な駅周辺です。さて、駅から先に向かったのは高塚駅前郵便局です。令和6年の元旦に発生した能登半島地震。お亡くなりになられた方々のご冥福を慎んでお祈りするとともに、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。とりあえず私にできることはと思い、少ない金額ですが、義援金を送らせていただきました。送金手続きの後、爽やか浜松高塚店へ向かいます。駅から爽やかの店舗まで徒歩10分。Google マップの道案内を頼りに爽やかに到着しました。受付機で順番待ちの手続きをしまして、約30分待ちでした。時間があるので近くにあったセリアに行って、早めに15分ほどで戻ってみると、ちょうど順番が来ていました。テーブルについてメニューを見てみます。定番のげんこつハンバーグのランチを注文しました。爽やかではお店のスタッフさんがテーブルでハンバーグを切って焼いてくださいます。熱々の鉄板でジュージューいってます。ソースもかけていただいて、げんこつハンバーグをいただきます。熱々で肉汁たっぷりのげんこつハンバーグ。月並みな言い方ですが、とても美味しいです。ハンバーグも美味しいからご飯も進みます。鴨から亀山の関西本線でずっと立っていたり、豊橋から高塚も立っていたので、だいぶ体力も使っています。もう美味しくて、ハンバーグもご飯もパクパクいきました。ごちそうさまでした。食後には三日日みかんジュースもいただきまして、とても満足なランチでした。ランチも終えたので高塚駅に戻りました。この後、浜松市内のどこかへ観光することも考えましたが、明日は出勤なのでこのまま帰ることにしました。少し早い気もしますが、このまま帰っても夕方18時を過ぎる予定です。高塚駅14時7分発の豊橋行き。高塚には2時間半ほどの滞在でした。今度またいつか爽やかと鈴木歴史館に立ち寄ってみたいですね。舞坂弁天島と北コースを戻ります。爽やかでお勘定を済ませていただいたアメちゃんです。鷲津駅はこの角度だと浜名湖が見えました。新所原駅を出て右側に見える築堤は二俣線があった頃の豊橋直通列車が通った線路。東海道線と平面交差にならないように立体交差の廃線跡です。そして二川駅の手前にある豊橋市二川宿本陣資料館。旧東海道の道筋にある資料館です。なかなか面白そうな資料館ですね。そういえば二川駅の趣も江戸の風情が感じられるデザインです。
こうして豊橋まで戻り、次は14時50分発の新快速大垣行き。待ち時間が24分あるので、少し改札を出たりしてみました。再び改札内に戻り、新快速大垣行きに乗車します。豊橋を出て外の風景はまだ15時過ぎですが、1月上旬のこの頃はすでに夕方の色合いになってきています。新快速は黄昏時の三河路を急ぎます。豊橋駅から53分で名古屋駅に到着。名古屋駅の6番ホームには調整中と書かれたホームドアがありました。この日の2日後の1月11日から使用開始となったそうです。ということで、今期分の青春18切符の使用は終了です。5日間いろんなことがあって存分に楽しめました。この後は近鉄で帰りますが、続きはまた別の動画でお送りします。お楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。